これぐらいちっちゃいです。僕の手のひらに収まるレベルですね。不審人物が現れたら犯罪防止につながるのかなと思います。はい、お疲れ様です。今日はまたね、防犯カメラですね。こちら Y4、こっちが Y4 という型番で、こっちが96っていう型番なんですけども、今まで僕のチャンネルでは、そこそこ高額なというかね、1万円以上を超えるカメラの依頼が多くて、一応僕電気工事チャンネルなんで、本格的にというか、電気工事をした上で、防犯カメラを家の監視用とかに取り付けるということをやってきたんですけども、それも興味ある方は見てください。今回は、こちらね、すごいね、リーズナブルな防犯カメラなんですよ。4550円。こちらがなんと2970円とのことなんで、電気屋さんであれば本格的に工事してつけてもいいと思うんですけども、用途としては、ペットとか赤ちゃん、お子さんとかの監視用、または僕らでやったら現場でね、材料置き場とか盗難が多いんで、これをポンと置いとくだけでもいいと思うんですよね。まずこちら95の方からやってみましょうか。ちょっとすいません、雑に開けてしまってるんですけど、こういう説明書とカメラですね。これぐらいちっちゃいです。僕の手のひらに収まるレベルですね。一応カールプラグ、アンカーとかもついてますので、本格的に壁とか取り付けたい方はこの金具を、この裏についてるんで、こういう風に取り付けてもらって、ちょっとやってみましょうか。例えばこれは窓になるんですけど、ここにビスで打ち込んでもらって、その後にこれを持ってきて、このビスを下からクリクリ留めることで、壁掛けというか、こういう形で使えることもできます。電源の取り方も簡単で、この USB の B タイプっていうんですかね、をここに取り付けるだけです。ここに入れることで電源がオンされます。で、こちらの接続方法などは説明書通りにやればすごい簡単だったので、誰でもできると思いますので、省略します。説明書ちゃんとついてますので、こういう感じでね、詳しく説明も書いてますので、そこを見てください。では、こちらをボンと机の上とかに置いた状態で、どんなことができるのかっていうのを今から簡単にやっていきます。今ね、こういう感じでセッティングしました。セッティングといっても置いただけなんですけど、自立式になっております。で、これを、ちょっとこちらからこのカメラを僕の携帯で見ながらどういう風に映ってるのか撮っていきたいと思います。ではちょっと散らかってるんですけども、こういう風に今背面から撮っています。で、こちらの携帯見れるでしょうか。これ今このワンズビューのアプリを取って、これペットっていうね、いろいろ選べるんですけど、これを再生してもらうとちょうどこの映ってる画面が映ってまして、声も拾います。ここに行ってる僕の声がこっちで再生されてます。ちょっと止めますね。このコンソールっていうので、ちょっとこれが動くと思うんですけど、こうやって回転して、いろんなところを確認できます。上とかね、下とかね。で、これのいいなと思ったところがですね、例えば泥棒というか何か怪しいことをしている人が現れたら、ここのマイクボタンがあるんですよ。これを押しながら、おーい、ちょっと近すぎるんかな。もしもし。はい、って感じで、このカメラから話すことができるので、もしね、会社に置くんだったらおはようとか、ちょっと不審人物が現れたら撮ってるぞとかね、言ってもらったら犯罪防止につながるのかなと思います。あとはここを押してもらうことで録画ができたり、これでこうやって今のスクリーンショットを撮ったりね、することができます。あとはこちら家族に共有ってことで、これ今僕の携帯だけなんですけども、4人家族であれば旦那さん、奥さんとかと一緒に見たり、プライバシー設定っていうので、例えば夜の7時から12時はちょっと映したくないっていう時はそういう機能もあるみたいです。そういう感じのこちらの商品でした。商品の詳細は画像などで載せておきます。ではもう一つの方、今からやってみたいと思います。次こちらのタイプですね。こちらはですね、ちょっと一回開けてるんで
散らかってるんですけど、こういうドーム型になってまして、屋外防犯カメラとなってます。防水もついてるし、SD カードを別で入れてもらうことで、さっきのタイプとは違って動画を保存できます。ちょっと本格的なやつですね。あとは中にこういうケガク、アンカー用のケガクやつとかがありまして、この USB、DC、AC 変換コネクターが入ってます。電源はここから取る形なんで、電源部を実際に現場ではコンセントのメンタを近くに持ってきたら簡単に誰でもできます。延長コードでも簡易に終わらせたい方は延長コードでもいいんじゃないかなと思います。ってことで、こちらはここにこういうのがついてるんですけど、これがこうやって取れます。で、今回も置いてやろうと思うんですけど、これに関してはこうやって自立できないんで、こう設置するっていうことで、ちょっと仮にここにビスで打ち込みます。こういう感じでね、はみ出るんで、長さちゃんと確認してやってくださいね。で、ここまでいったらこれをガチャンと装着するだけです。で、電源を入れてみましょう。そしたら、ちなみにここに SD カードを挿入できます。ここね、リセットボタンと SD カードボタンがついてます。で、電源が入りました。これも先ほどと同じくワンズビューのアプリで、これがさっきやったね、ちっちゃい方のカメラ。これが新しい、今これですね。これを押してもらって、今回このカメラにはライトがついてます。ライトオン。なので照明器具代わりにも使えるんじゃないかなと思います。あとはこのコンソールってやつで上を向いたり下を向いたり左一周したりできます。でこれも先ほどと同じになるんですけども、ここにマイクボタンがあるんで、おーい結構でっかい声でね、カメラに映ってる人に対して声かけができます。で警報、今日誰かが映ってたらここにね、何時何分こんな人が映ってましたよっていうのが残っていきます。こういうふうにサイレンも流せるようですね。あとは先ほどと同じ音になるんですけど、こういう録画ができたりカメラを撮れたり、設定で同じく家族に共有できたり、動体検知の感度レベルを変えれたり、照明と暗視、夜中とかになると赤外線で白黒でも人の顔を認識できるっていうね、そういう機能もついてます。照明器具代わりということだったんですけど、ライトのタイミングっていうのを使いまして、例えばこの1のパターンだったら今4時44分やから、4時から10時まではライトつけてくださいっていうことにしてみましょうか。繰り返し、これ毎日そうするんであれば毎日にしたらいいと思います。ついた。ならこれね、照明器具代わりに、僕の友達美容室をやってるんですけども、トイレの前が暗いから、女性の方とかのね、外にあるらしいんですよ、トイレ。照明とカメラも不審者が現れるかもしれないんで、っていうために置きたいって言ってたんで、そういう使い方をするのであれば、こうやってね、ライト機能もあるのはいいんじゃないかなと思います。っていうことで、こちらのワンズビューとこちらのカメラの紹介でした。また詳細などは概要欄のリンクに貼ってますので、ちょっと気になった方は、ぜひ見てみてください。ありがとうございました。とりあえず面白くしたいです、電気屋を。